皆さんこんにちは。高橋です。世の中は大変なことになっております。でもこんな時はご家族で皆さんお家にいらっしゃることと思います。こんな時だからこそ家族で料理を作ってみませんか？今日は美味しい抹茶のパンケーキをご紹介したいと思います。ぜひ作ってください。それでは作っていきましょう。材料紹介です。まずはお抹茶、レモン汁、牛乳、塩、それからこれは粉糖、お砂糖でも結構です。それから卵黄、卵白、小麦粉になります。それではまず、抹茶と牛乳をよく混ぜ合わせます。お抹茶をボウルに入れて、そこに牛乳を加えます。でよく攪拌します。これはちゃんと牛乳が溶けるまでお抹茶を溶かしてください。ここでよく溶かしておかないとダマになりやすいので気をつけてください。はい、では次に、今混ぜた牛乳とお抹茶を合わせたものにまずは卵黄を入れます。それから小麦粉を振り入れます。こういうふうにふるいをかけておくと後できれいに混ざりますので、あと混ざりきらない分は手でこういうふうにこしておいてください。それから最後に少量ですけれどもお塩を入れます。はい、でこれをよく混ぜていきます。これはなかなか焼き上がりが綺麗な緑色になるんですよ。今ちょっと色がこういうふうに少し白っぽく茶色くなってますけども、これを火を入れるとパッと綺麗な抹茶色になります。はい、これぐらいよく混ぜておいてください。はい、それでは次の工程に移りたいと思います。まずは卵白を2個分ボウルに入れます。それからレモン汁少量、これも一緒に最初に入れてしまいます。それからハンドミキサーで泡立てていきます。でこれぐらい角が少し立つぐらい泡立てたらお砂糖、これは粉糖ですけども、これを3回に分けて入れます。まず1回目、2回目、最後3回目。はい、これぐらいで OK です。はい、それでは抹茶の合わせ地にメレンゲを混ぜていきます。まずは、ビーターで結構です。少し少量を取ってこれで生地を伸ばしていきます。なのでこれは一旦このベースの生地がその卵白のメレンゲを含みやすいように、柔らかく作っていく作業です。これぐらいまで柔らかくしておいてください。あとはメレンゲを何回かに分けてさっくり混ぜていきます。切るようにして混ぜてください。空気が逃げると膨れませんのでさっくりと混ぜる、これを心がけてやってください。最後このように全体に混ざるように色が統一されるようにきれいにさっくりと混ぜ合わせてください。これでパンケーキの生地ができました。それでは先ほどの生地を焼いていきましょう。まずはフライパンに油をひいて中火の弱火ぐらいかなで熱しておきます。それから余分な油はペーパータオルで拭き取っておいてください。ひっつきやすいのであんまり油はいりませんけども、ひっつかないようにしてください。
このようなフッ素樹脂加工のフライパンで焼くのがベストです。それから次にこういったものを用意します。これはセルクルというんですが、アルミホイルでこういう風に作って巻いていただいても結構です。その中にはクッキングシートを中にこの幅のように切っておいて内側に巻いておきます。あとは生地がひっつかないようにこの裏側に油、指で結構ですから油を塗っておいてください。これはサラダ油で結構です。では生地を流していきます。だいたい全体の7分目ぐらいまで入れてください。ちょうどこれが膨らんだ状態になるとここの上のとこまで来ています。はい、それではこの状態で10分蓋をして焼いていきます。はい、それでは10分経ったので、これをひっくり返します。非常にこのセルクルが熱くなっているので、こういった紙タオルでガードをして、こういったヘラで底をこう取っていただいてひっくり返してください。こんな感じの色に焼くとこんがりと美味しく焼けています。そしてこの状態でまた蓋をして3分同じく弱火の中火ぐらいで焼いていきます。はい、それでは3分経ちましたので蓋を取ってこの外側のセルクルを外します。きれいに外せます。そしてこの外側のクッキングシートを取ると綺麗な感じで仕上がります。さあどんな感じでしょう。おー、美味しそうにできています。はい、それでは盛り付けをしていきます。抹茶のパンケーキだけでは少し彩りも足りないし、果物を合わせればちょうどいいと思います。なので、私の好きないちご、たっぷりめに3つぐらいいきましょう。それから、これは小夏ですね。小さいめのこういうおみかん、グレープフルーツでも結構ですけど、ちょっと皮を残して、これは皮が美味しいのでグレープフルーツの場合は皮は剥いていただいたらいいと思います。こんな感じで軽く皮を残した状態で剥いて、最近暑くなってきましたからこういった柑橘類が美味しいですね。切っていただいて、ちょうどこの芯の部分は美味しくないのでこういう風に切っていただくときれいに切れます。これはもう普通のおみかんでもこういう感じに切っていただくときれいに切れるんじゃないでしょうか。それから生クリームとそれからお砂糖を合わせて泡立て器で泡立てていただいて、こういったホイップを作っていただくのもいいかと思います。それでは盛り付けていきます。まずはパンケーキ、美味しそうですね。こんな感じでちぎって盛り付けます。そしていちごをトッピング、それから間に黄色、やっぱり緑と赤と黄色、これを交互に置くっていうのはとても綺麗に見えます。それからホイップを真ん中に置いてミントを上に乗せてください。これで出来上がりです。皆さん今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。私も非常にこれ美味しかったので作ってる最中にたくさん食べてしまいました。ぜひともご家庭でこういった料理を作っていただきたいというふうに思います。今日はありがとうございました。